出ろ。誰だか知らないが何の用だ。私は独房勤めで忙しいんだよ。君は釈放だ。ただし条件付きだがな。今我々警察では手に負えない事件が急増している。その事件とは未成年者ばかりで構成された学校という異質社会で起こっているものだ。それと私とどういう関係があるんだ。学校は年の変わらぬ者たちで成り立ち、校則という特殊なルールを持つ閉鎖社会だ。別社会の我々が介入しても反発を受けるだけで良い結果は得られない。我々にこのギャップは越えられないのだ。そこで君をそのための刑事に任命する。私がデカだって？なんだい、釈放だの何のと何のことかと思えばただの冗談か。まさかこれは正式な事例だ。もっともこのことは本庁の警視以上しか知らないことだが。断る。マッポの手先なんて冗談じゃねえ。それに釈放もごめんだね。私は今のままで満足なんだ。ここなら人から追われることもなく三度の飯が食え、気心の知れた仲間と一緒にいることができる。私に言わせりゃシャバの方が地獄さ。刑務所で服役中の君の母親なんだが、死刑の執行日が決まった。あんな女勝手に死ぬがいい。ここにもう一通君の事例と一緒に死刑の執行命令書がある。どちらを破るか、それは君次第だ。おふくろが何だって言うんだ。私にはもう関係ないんだ。お嬢ちゃん、鬼ごっこはもうおしまいだ。俺たちから逃げれると思ったのかい。いややめて。なんだ、女じゃねえか、脅かしやがる。仲間に入れてやろうぜ。来ちゃダメ。早く逃げて。ここまでだ。それ以上近づくとこいつの命はねえぜ。シャバはこれだから嫌いだね。
ひどい、ひどすぎる。なるほど。後続車が遅れているのに気づいたわけですね。それで戻ってみたらこんなことに。この山は運転手のハンドルミスで蹴りだな。課長、事情聴取終わりました。よし、帰るぞ。え、帰るって？鑑識がまだ。来ないよ。タイヤの後でドライバーのミスってのは一目瞭然。いちいち鑑識の手を煩わせることはない。君は本庁から来て間もないからわからないだろうが、ここにはここのやり方があるんだよ。よし、あとは任せて引き上げるぞ。この事故によりバス2台に乗っていた76名全員の死亡が確認されています。なおこの事故に対して高野葉高等学校は校長および理事長が責任を取って辞職願を出した模様です。今日から高野葉高校か。面白いとこだといいけどな。じゃなかったら無理やり転校させた親父を呪ってやる。なんだ、車で登校とはいい身分だな。なんだありゃ。おはようございます。お姉様、おはようございます。おはよう。美人がいっぱい。それぞれ取り巻きを抱えちゃったりして。ねえ君、すげえ車から出てきた女の子たちどうなんだ？なんだお前、転入生か？じゃなかったら水木三姉妹を知らないわけねえよな。水木三姉妹？じゃあ年子なのか？あれが三女の恵美。画材なんか持って漫画家なの？バカ、我が子を切っての油絵の天才って言われてんだぞ。美人の天才ね。そして次女の歩美。ここだけの話だけど。分かってる。なんとなく雰囲気でわかるよ。しかし同じ姉妹でも随分違うんだな。桑原。そして生徒会長のレミさん。成績優秀、スポーツ万能、何でもスマートにこなす全校生徒憧れのマドンナ。おまけに優しくて美人ときてる、まさに美の化身。あんた惚れてるね。いけねえ、予定だ。遅刻しちまう。お前のせいだぞ。そんな、待ってくれよ。水木三姉妹、なぜかあの3人を見ると心の警報が鳴る。長いことああいう奴らと関わってきた補導員としての俺の勘に狂いはねえ。この学校で何かしでかすに違いない。あの浅宮咲のように。いや、今度の場合はあの時とは違う。もっとこう口の中がざらつくような嫌な感じだ。おい、あれ見ろ。まさか間違いない。帰ってきた。帰ってきたんだわ。
この貴乃花に帰ってきたんだ。帰ってきたんだ。沼先生どうしました？何事です？奴が帰ってきた。朝宮咲が帰ってきたんだ。何しに戻ってきた？何しにって私は転入生だぜ。ま、出戻りだけどね。少年院からの転入か。召喚期間はまだ終わってないはずだ。それがなぜか終わってるのさ。シャバに比べりゃいいところだったの。授業に遅れちまうぜ。相変わらず遅刻にはうるさいんだろ。また世話になるよ、沼さん。朝宮咲。私の名は陣京一。知ってるよ。黒メガネのおっさんからあんたの言うことは聞けって言われてるんでね。つまり私の飼育係ってわけだろ。どう思ってもらっても結構。なんだい、早速私の調教ってわけか。私にヨーヨーで挑むなんて10年早いんだよ。私のヨーヨーが。このヨーヨーはお前のために警視庁の開発部が作り上げた特製だ。ボディは超硬質セラミック。威力を増すためにコアには重金属、そして紐には強靭なアラミド繊維を使っている。これがお前の拳銃というわけだ。デカか。そう。しかしお前はあくまでも非公式の刑事だ。そのために警察と摩擦が生じたり協力を要請しなければならない時が来るだろう。その時は警視以上の人間にそれを見せるんだ。この私が桜の大門を持つなんてね。で、何をすればいいんだ？お前が元いた貴乃花高校に行ってもらう。貴乃花に？例の事故。そうだ。あの事故に計画的な犯罪の匂いがあると告発があった。怪しい奴がいるのか？お前が貴乃花を去った直後、あの学校に転入し君臨した三姉妹がいる。要するに一発締め上げりゃいいんだろう。そううまくいくかな。三姉妹とも完治に長け、バックにはあの事故で理事長になった政治家の父親水地剛三がいる。それにあの事故と三姉妹を結ぶ証拠もない。たとえお前の腕が立っても多勢に無勢だ。敵の懐に飛び込んだら最後一人で証拠を探し戦わなければならない。どうするさき？やるしかないじゃないか。あの女を死刑から救うためにはやらざるを得ないだろう。そのために私はシャバに出てきた。母さんか。すみません、作品はうちで書き続けますので。まあしょうがないな。式典近いからね。ある程度できたら持ってきなさい。いいね。はい。まあ純子さんったら式典に出すつもりよ。式典って？新人画家のプロへの登竜門って言われる展覧会よ。ああ、エミ様も出展する。エミ様に対抗するつもりかしら。それが聞いた話だと、彼女この学校へは特例で入ってきたんだってさ。なんでも彼女の家は貧しくてこの学校に入れないほどなのに、あの高田先生が無理言って推薦入学させたらしいの。だからいつもバイトで早く帰っても先生怒んないんだ。彼女に惚れ込んだってとこね。みんなうるさくてよ。
今週のカツアゲ分です。来週はこの倍、いや3倍に惜しい。何しろ金づるがいっぱいこの学校に入ったからね。はそれより気になるのがあの朝宮咲ってやつだが、何者だい？何者なんだい？さきはあゆみ様たちが転入してくる1ヶ月前までこの学校で番を張っていたんです。その頃はここら辺一帯でさきに逆らえる者はいませんでした。それが仲間のミスを背負い沼のやつに捕まって少年院送りに。仲間のミス？とにかく腕が立つのと切符の良さに今でも慕う者が多いようで。早いとこ手を打っといた方が良さそうだね。近々ブツの出し入れもあるし。試してみましょう。その朝宮咲とやらの力を。やってみるかい四天王。それでさ、あいつまた遅刻したんだぜ。ねえ、帰りに設定やろう。行こう行こう。ほらほら。やっぱりね、みんな水地三姉妹の目が怖いと見える。その説は助けていただいてありがとうございました。え？私、結菜純子と言います。あの時の。よかった。まともにお礼も言えず行かれてしまったんで、ずっと気になっていたんです。いいんだよ。けどあんたもここの生徒だったのか。はい。それよりあんな時間にフラフラしてちゃ危ないよ。すいません、バイトが長引いてしまって。あ、いけない。また今度改めて。あ、それじゃあまた。いいなあ。キリッとした顔もいいけど穏やかな顔もたまんない。なんだいあんた。私野分三平、16歳、彼女いない歴16年。好きなタイプ、強くて思いやりのあるタイプかな。率直に言いましょう。なんだよ。付き合ってください。よろしく。わたく脈ありだな。私は男に恵まれないね。なんだあいつ。なんだお約束ってやつか。ああ、付き合ってもらおう。ほんとつくづく恵まれないや。ま、しょうがないか。沼先生大変です。喧嘩だ。怖い。野蛮だわ。大変なことになったぞ。どうしましょう。早く止めないと。無駄ですよ。サキが帰ってきたんだ。もっと大きく揺れるぞこの学校は。どうするサキ、またこの学校で番を張るつもりか。できるぜこいつら。このままじゃ拉致が開かない。見事なものだ。逃げ足の速さだけは褒めてやる。だがあとはないぞ。舐めてもらっちゃ困るね。
本当の私がどんなものか見せてやろうじゃないか。なんだこの突き刺すような視線は。誰かが見てる。私の一挙一動を、私の力を。誰が体にまとわりつくような容器を発する目で私を追い続けるのは。しまった。なんとまあ見かけ倒しのスケバンだこと。きっと少年院で骨抜きにされたんだね。ここにスケバンありと言われた朝宮咲が負けた。咲多少は歯ごたえのあるやつだと思ったが他愛もない。ダメですよ。こんなにか弱い女性に暴力を振るっちゃ。何者だ。咲の仲間か。だとしたらただでは済まんぞ。おおこわ、そんなこっちゃ女の子にモテないよ。貴様待て。いいか、おかしな真似をすると咲のようになるんだ。覚えとけ。こんなクソビーだ。おととい来やがれ。あいつか。私に探りを入れさせたのは。なるほど。レミ様怖かったわ。本当、あんな人がこの学校にいるなんて。大丈夫よ。私たちには関係ないわ。あゆみ、お前にはわからないだろうね。朝宮咲が紙一重で急所を外していたなんて。大丈夫ですか咲さん。もっと早く気づいてたら加勢したのに。触るな。全く余計なことを。あらら。これであんたも連中に睨まれるよ。まあそれでもいいじゃないですか。咲さんと一緒なら。うるさい。私は年下と挑発は嫌いなんだ。そんな。おかえりなさいませ。かわいいやき。なぜ人は生きるのか。それは自らの欲望を満たし続けるため。それは人の真理だ。欲望なくして人は生きられない。特にこの水地家の人間にはね。ここにお前たちの欲望を満たすものがある。まずエミにはこれだ。これは式典の主要審査員たちの念書だ。何千という絵の中から特にお前の絵を好意的に見てもらうというな。どうだ、いい絵が出せそうか。もちろんや。あんたにプロの才能はないね。確かに学生としてはうまいが、あるのは人真似の技術だけさ。なんですって。いくらお姉様でも許せない。自分だって分かってるくせに。じゃなきゃなぜそんなのがいるんだい。だから何よ。私はマスコミから注目される画家になるためならどんなに汚いことでもやってやるわ。よく言った。それでこそ水地家の人間だ。そして歩み、お前にはこれだ。これはその
金はすべて今回転入してきたボンクラどもの親たちがよこした寄付金だ。こんなに。例の計画でわしが理事長になった付録というわけだ。ありがとうお父様。あゆみお姉様って変よ。使い切れないほどお金を持ってるのにまだ欲しがる。世の中で信じられるのはお金だけ。お金があれば地位も名誉も簡単に買えるわ。貴乃花は確かにいいターゲットだった。上流ではないが名門として名が通っている貴乃花は能なし2世を持つ政財界の親どもにとって大金を払ってでも入学させたい学校だろう。そこに欠運ができた。おかげで私もいい人脈がたくさんできたよ。ねえお父様、レミ姉様には何をあげたの？この計画を立てたレミには私の後を継いでもらうことで話はついている。ふーん。お腹すいたな。ねえさきさん。いつまで私についてくるんだい。たくどし。ああ、そんな。うまそうな月餅。さきさん一緒に食べま。ああ、待ってくださいよ。おばさん、これとこれとこれ、急いで。なんだあいつは。さきさん、一緒に食べましょう。ありがとうございました。それが済んだら看板入れとくれ。はい。美味しいですよこれ。本当にどうです？あ、純子、純子じゃないか。え？さきさん。はい。This is the best. Let me see it first. Good.汚いところですがどうぞ。お邪魔します。今お茶を入れますから適当に座っててください。あ、すごい。女の子の部屋じゃないみたいでしょ。いや、絵だよ、絵。うまいもんだ。本当に絵が好きなんだね。私それしか脳がないから。さあどうぞ。恥ずかしいんですけどお二人にこれを見てもらいたいんです。まだ未完成ですけど。わあ、すごい。実は式典にこれを出そうと思ってるんですけど誰にも見せたことなくって。どうですか？こりゃすごいね、さきさん。私は絵のことはよく知らないがあんたの絵は好きだよ。いや、絶対入賞間違いなしだよ。本当に？本当にそうなればいいけど、身寄りのない私を推薦で貴乃花に転入させてくれた高田先生の恩に報いるためにも。その鈴。ああ、これですか。いい音色だ。母の形見なんです。
一人ぼっちの私にとって唯一肉親を感じるのはこの鈴の音だけ。辛い時なんかこの音を聞いていると母がいつも一緒だって自分を勇気づけたりするんです。好きだったんだね、母さんのこと。ええ、亡くなったのが私の小さい頃だったのであまり面影がないんですけど、ただ温かい感じといつも石鹸のいい香りがして。そういえば俺も小さい時にお袋なくしたけど、いい匂いがしてたっけ。まあ三平さんも。さきさんは？私は父親はいないけど母親は生きてるよ。ただ今刑務所にいるんだ。無期懲役ってことでね。さきさん。別にどうってことないよ。純子、あんた何もあんたが泣くことないだろ。さきさん、かわいそう。私のお金、これはみんな私のお金よ。純子さんか、いい人ですね。あんな人が貴乃花にいたなんて、なんか嬉しいな。式典頑張ってもらいたいな。ね、さきさん。あんたね、さきさんってさっきから金魚の糞みたいにつきまとってるけど、いい加減にしないとやけどするぜ。うわ、そのセリフしびれる。とにかくとっとと帰んな。さっきも言ったけど、私は年下と挑発は嫌いなんだ。わかった。そう言うと思ってさっき買っといたんだ。あんたさあ、これでどうだ。その頭ああ、そんなに笑っちゃってがぜん傷ついちゃうな。挑発が嫌いだって言うから決心して切ったのに。負けたよ、あんたには。とりあえずそばには置いといてやるよ。本当に？やったー。友達だろうが顧問だろうがそばにいられりゃそのうちね。あんたコンピューターってのに強いかい？はあ？何も聞かず私に手を貸してくれるかい？なんだ、あんたのうちで何ができるって言うんだ？私は貴乃花の理事長室のコンピューターをいじってほしいって言ったんだよ。分かってますって。さきさん、OK です。すごいな。こう見えてもコンピューターは5歳の頃からいじってましたからね。そういうのオタクって言うんだろ。あら、それで何を呼び出すんですか？まず全校生徒の住所録、それと水地三姉妹に関することすべて。了解。
水地さん。夜中にごめんなさい。近くまで来たものだから入ってもいいかしら。あ、どうぞ。狭いところですけど。今部屋の中片付けますから、ちょっと待っててください。いいのよ、すぐおいとまするから。あ、すごい。この構図といい、色使いといい、まさかここまでとは。水地さん、どうかしました？ううん、あんまり素敵な絵なんで驚いたの。もう完成？あと少し。来週には高田先生に見てもらおうと思って。まだ誰にも見せてないのね。ええ。そう。成績、家柄、性格、それぞれにランク分けされている生徒。 R、A、E の記号はレミ、アユミ、エミの管轄を表すか。三平のやつまだ寝てるんだろうな。さきさん。さて、そろそろ聞き込みに入るか。なんだこの点数は。簡単な実力テストに50点取れるやつがいないとは貴様らやる気があるのか。前の学校の先生なんか文句一つも言わなかったのに。平野教師のくせに大きな顔してるぜ。なんだと。大きな声出さないで。先生は授業してりゃいいんですよ。何。僕たちは勉強が嫌いなんです。ただし成績が悪いのは家柄が許さない。だからこの学校に転入したんですよ。他の先生は分かってたけどな。成績を上乗せして内申書を良くすれば後で美味しい思いができるってこと。このバカ野郎。何すんだよ。俺の親父に言いつけてやる、この暴力教師。はめるな。いいか、俺は今までのやり方を変えるつもりはない。たとえ誰だろうと気が抜けたやつはビシビシしごくからそう思え。文句があるなら親でも校長でも連れてこい。一人じゃ何もできんガキどもめ。金の有り余ってるやつを集め賄賂で成績を決める。これが貴乃花の新しい経営法か。水地構造め、この伝統ある貴乃花をボロボロにするつもりか。そろそろ金集めに行かねえとあゆみ様が怖いぜ。大丈夫だよ。金づるはいくらでもいるって。すげえね。特にこの貴乃花にはな。サキ。どうする気だ。別に。ここはゲスのたまり場だろ。だったらどうした。四天王に負けた腰抜けが。俺たちも可愛がってやるぜ。やっちまえ。すげえ。あれがサキの本当の力。ヨーヨーのサキが復活したんだ。
入金が少ないんだい。まさかお前たちがピンハネしてるわけじゃなかろうね。それにその怪我は何だい。実はおい、明日は必ず集めてきますから、今日は勘弁してください。何？おそらくおのれ先め！さきさんよ。おーい、さきさん、純子さ三平なんだよ今頃。ん。いや一日に一度はさきさんの顔を見なくっちゃね。三平さん、その頭。これ結構似合うでしょう。それより何か食べに来ませんか。もうお腹ペッコペコ。私は野暮用があるし、純子はバイト。ちょっと無理だね。そうだ、三平さん、明日の日曜日うちに遊びに来ませんか。私の手料理をご馳走しますから。もちろんさきさんも一緒なの。ラッキー。一人暮らしを始めてから他弁ばっかりだったんだ。私の絵が。どうだ学校は。まだ様子が分かった程度さ。根が深いぜこの事件。水地家の本当の目的を見つけない限り、例の事故まではたどりはしないよ。その事故だが、単独で調べたところ、現場から不明なボンベの破片が出た。ボンベ？ああ、どうやら医療用のやつらしい。多分麻酔ガスをバスに仕込んだんだろう。くそ、なんてこと。全てのメリットは水地家を指しているが、強蔵の力は本庁にまで及んでいる。暗闇警視も迂闊に動けるらしい。お前に頼むとのことだ。マッポなんて何の役にも立ちゃしない。とにかく向こうが尻尾を出すまで私なりのやり方で揺さぶってみる。野分三平結菜純子、お前とは住む世界が違うんだ。感情移入しすぎると後が辛くなるぞ。純子さん、さきさんと僕だよ。料理できた？あれ？この二人だよ。この二人が隣の純子ちゃん無理やり引っ張っていったんだよ。これは一体。
サキさん。ちょっと署まで来てもらおうか。秘密の言葉、鎖の跡が傷になる。間違った道をたどっても、つまりはあなたに会っていた。夜が明けるまで騒ぎ疲れた若さを、群れを守り続ける。限られた命愛だと信じてたけど、定めを風に任せた孤独なソルジャー。夢を今残したまま走るよ。確かなものは絆、時に刻まれた記憶